2021年8月1日から15日までの魚座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。8月1日から15日までの魚座さんのリーディングを行います。まずこちらにペンタクルのキングとソードのキングが2枚出ております。そしてフェアマンのカード、今までの知識や経験をフルに活かせるような出来事が起きてくると思うんですけれども、その出来事を通してあなたの潜在能力が目覚めていく。その出来事があるからこそ、あなたの本来の能力だったり、発揮すべき能力っていうものが活かされる。そしてその能力、経験、知識を活かすことっていうのは、プライベートの場合もあれば、お仕事の場合もあると思うんですけれども、キーパーソンになるのは男性って言われていて、その方と関わることによって、あなたの能力が引き出されていったり、とても良い出会いにつながっていく。こちらにグレートギャザリングというカードが出ております。人が集まってるんですけれども、一定の距離があるんですね。集まるんだけれども、群れていない。同じ志を持ちながらも、別々の個性、別々の才能を持った人たちが集まっている。そして今回、今まで培った経験、知識、能力っていうものを生かすことをきっかけに、その方たちに出会っていく。この能力っていうものは、隠し持っていた場合もあれば、ご本人が気づいていなかった、もしくは使う機会がなかった、使おうとしても、どこでどうやって使えばいいかわからなかったとか、もしくは昔培った経験や技能で、今使えると思っていなかったとか、でもこの時はそれをフル活用できるぐらいの状況が整う。7月のリーディングでは再チャレンジ、再出発のエネルギーがものすごく強かったんですけれども、今回もその延長なんだと思います。今まで培ってきた能力や知識、経験を今だからこそ活かすことができる。それで去年末ぐらいから特にこの半年ぐらいその能力を、その経験を活かすべく試行錯誤を続けていた方もいらっしゃると思うんですけれども、この時はそういう意味でも再チャレンジの時、今年に入って何回か挑戦しようとして、それでうまくいかなかったっていう場合も、この時はとても良い条件が揃っている。それはあなたが今まで使えると思っていなかった知識や経験っていうものが、実は今使えることに気づくっていうこともそうなんですけれども、それ以上にとても良いと思うのは、この仲間に巡り合う、ソウルトライブって書かれてますけれども、あなたとは個性が全く違っていても、もしかしたら年齢や住んでいる場所、国籍など
あらゆることが違っていても、あなたと深いレベルで通じ合える人がこの世の中にはいて、そしてその人とつながっていく。そのつながることで、あなたの能力がより発揮されていく。ですので、この深いレベルでの出会いっていうのは、そのまま恋愛に発展する場合もあると思います。もしかしたら、この方は初めて会う方っていうわけではなくって、あなたが能力を発揮したことによって、お互いがこの深いレベルで魂でつながっている人だっていうことがわかる。そういうとても豊かな関係性を築くきっかけになる出来事があると思います。そしてこちらにチャリオットと壁のカードが出てるんですけれども、これこそまさに今年に入ってうまくいっていなかったことの再チャレンジに入ってくると思うんですが、誰かとの誤解を解く、この誤解を解くためのチャンスっていうのは、今年に入って何回かあったと思うんですけれども、その度にうまくいかなかったっていうような場合でも、この時はその誤解を解くことができる。それも今までの経験があってこそ、今までその方との関係を修復しようとして努力してきた経験っていうものがこの時生かされる。何度か修復にチャレンジしているということで、とても近しい間柄の方なんじゃないかなって思います。例えばご家族とか恋人とか古くからのお友達とか、今まで言葉で説明しなくても通じ合えていたのに、今年に入ってぐらいから、なぜか関係がうまくいかなくなっていて、誤解が誤解を呼んで、こじれてしまっていたような関係。でもこの時は、それを修復する大チャンス。この魂の仲間たちが、とても良い助言をくれるっていう場合もあれば、このチャリオットは戦車のカードなのに気球ですけれども、あなたの能力や経験、知識が活かされていくことによって、視野が変わる、視点が変わる、そしてその解決方法が見つかっていくっていう場合もあると思います。そしてこちらにビーツのパッションというカード。このカード7番なんですけれども、チャリオット、このカードデッキでは番号を振られてませんが、7番のカード。ですので、この時期は7番ととても良いご縁があると思います。それで、この段階に入ると、自然と新しい目標や新しいプロジェクトっていうのが浮かんでくると思うんですが、それを進めるためのエネルギー源になるのがあなたの情熱。そしてこの情熱のカードはビーツですけれども、根が生えていますが、このペンタクルはもちろんなんですけれども、このキング2枚のイメージと、そしてこのグレートギャザリング、とても地に足のついた目標、次すべきことっていうのが浮かんでくると思います。それでその目標で正解ですよという証として、始めた途端に物事がものすごくスピーディーに進んでいく。あなたの情熱がこの戦車のエネルギー源になる。情熱を注げば注ぐほど、このチャリオットは気球ですけれども、上に上に上昇していく。そしてソードのキングという風の王様も出ておりますので、その風に乗って気球は前に前にあなたが進みたい方向に前進していく。何か去年末ぐらいから特にこの半年間ぐらいの総決算のような感じなんですけれども、その期間試行錯誤していろいろ取り組んでうまくいったこと、いかなかったこと様々あると思うんですけれども、その中でもうまくいかなかったこと、それは人間関係、恋愛でも、お仕事でも勉強でもそうだと思うんですけれども、そのうまくいかなかったことの軌道修正をしたり、何か自分の中で持っていて
でも使えると思っていなかったような道具を使っていくとか、その道具は知識、経験に置き換えられるんですけれども、その今までの試行錯誤の総決算のような雰囲気がするので、今までしてきたこと、今までの延長ではあるんですね。このチャリオットには、敷かれた道を進むより、道なきところに自ら道を築いて進めというラルフ・ワルド・エマーソンの言葉が書かれておりますが、今までの延長であっても、あなたが進んでいる道は、道なき道、隣の人が同じような人生を歩んでいたとしても、あなたしか生きることのできないあなた独自の人生、何かすごく独立心を感じるので、例えばお仕事で独立する方もいれば、実家から独立する、そういうふうに自他ともに認める独立の場合もあれば、誰かから精神的に独立するっていう場合もあると思うんですけれども、あなたのポテンシャルが引き出される、そしてとても地に足のついた成長ができる時だと思いますので、ご自身の直感を信じて、今までの経験や培ってきた知識、能力を活かせる方向に、自ら道を築いて進んでいただきたいなと思いました。それでは8月1日から15日までの魚座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。